こんにちは、もまです。静岡県の中学生です。今日は姫デコラをやってみました。縄跳びだったり、ハンドメイドのヘッドドレスがついていたり、可愛いものがいっぱい詰まっています。よかったら見てください。ではスタート。これはケイトのパウダリースキンメーカー04番です。中学生なんですけど、これは小学生の頃から愛用していて、めっちゃ使いやすくて便利です。これはエチュードハウスのビッグカバーコンシーラーなんですけど、鼻周りの赤みとかを消してます。このピンクの濃い色を使いました。紅林遥ちゃんが使っていて憧れて買いました。まぶた全体につけて、上デコラをするとき前髪が派手なので、目は少し落ち着いた感じで一色にしました。この水色の部分を使って、ブラシはサンキューマートのブラシを使いました。水色は目の際に塗って、黒目の半分から右側半分を青に入れて鮮やかに、グラデーションっぽくしました。この紫の色を使いました。ラメが少なくてキラキラしすぎないことと、あとブラシは細かいところは細いブラシを使っています。黒目の半分から青と紫で2色を使って鮮やかにしました。こちらはアバンセラッシュセラムインアイライナーエレガントブラックで、これ100円だったんで買いました。全然落ちなくて、すごいいいアイライナーです。気持ち垂れ目で、私は継ぎ目なので気持ち垂れ目で描きました。アイライナーは、長めにして目をでかくさせるように強調しました。最初に目に沿ってアイライナーを引いて、ここから垂れ下がるように力を抜いてさってやりましたこれ100均じゃなくて、埼玉県にメイクがめちゃくちゃ安く買えるお店があって、そこで100円で購入しました。これはダイソーの、ビューラーなんですけど、まつげを掴んで根元からグッて上げて10回くらい挟んで上げました。でこの、まつげが短い部分とかは上げづらいので、そこは例えばここだったらこうやって横にずらしていく感じでつけると全体的に上がるので目が大きく見えます。これはキャンメイクのマスカラ下地なんですけど、100均のビューラーだとまつげがすぐ下がってきちゃうので、この下地を使うことで一日中カールがキープされて目が一日中大きく見えてすごくいいです。カールロングマスカライエローのクーピーのマスカラを使いました。これを下まつげだけに使います。これは伸びがすごく良くて、しかもすごい目がカラフルに見えておすすめです。サンキューマートで買いました。こうほっぺを引っ張って塗ることによって、上まつげにこのマスカラがつかなくてすごくいいのと、塗りやすいっていうのがおすすめです。あと縦にこう塗ることによって根元からつくのですごいおすすめです。次に使ったのがアバンセのマスカラです。これも100円で買ったんですけど、まつげ下地が乾いたらこのマスカラを塗ります。ジグザグやるとダマになりやすいので、直線に描くのがいいと思います。これはこのまま塗るとすごい量が多くてすごくダマになっちゃうので、一回こう落として塗るとめっちゃダマにならなくて綺麗なまつげに仕上がります。エチュードハウスのシェーディングとハイライトを使いました。鼻にノーズシャドウとして入れて、まずこの茶色の部分は太いのでこのまま塗ってしまうと失敗してしまうので、手につけて伸ばしてます。でこのハイライトは鼻の真ん中につけて、それから伸ばすと、自然な鼻に仕上がると思います。この茶色の部分を鼻に1回つけて伸ばして手で伸ばすことによって、普通だったらブラシとかで伸ばす人もいると思うんですけど、手で伸ばすことによってブラシだと太くて形がちゃんとできなくて自分は向いてないなと思ったので、手で伸ばすことによって自分がしたい形にできるのでいいと思います。この水色のさっきここ目の際に塗った色と同じ色を使いました。この色を使うことでバランスがめちゃくちゃ良くなって、しかもラメがついているのですっごいキラキラに見えて、もう可愛いって感じがもう伝わってくると思います。ド派手に塗ることで、もう自分はもう可愛いんだぞっていうのをもう表にめっちゃ出すのにすごい
ここの鼻に絆創膏とかよくつけるんですけど、鼻に何か入れることですごい可愛くなります。で手で塗って伸ばすことで発色がすごく良くなって、ブラシで塗るよりも全然いいと思います。この上にキラキラしたスパンコールとかをつけるので、そのベースとしてキラキラした感じで塗ってます。まずこのデコデコしたこのお花とかショートケーキとかをつける糊として、この100均のつけまのりを使いました。でこのパーツがこの100均で売っているパーツになります。もう何でもいいので、このパーツをつけまのりで肌につけてめっちゃカラフルにしました。でこのつけまのりは絶対に1日取れないでついてくれるので、すっごいおすすめです。こだわりにはまずピンクと紫を絶対に入れることで、今日の服はピンクと紫を中心としてるので、ピンクと紫、あと水色とか合うものを絶対に赤とか、緑赤とか、そういうピンクとか紫とか、なんかパステルな感じに合わない色は絶対に使わないようにしています。これ3つだけ置いたんですけど、この後にまた細かいスパンコールを置くので、とりあえず3個置いときました次に使ったのがこの100均で売っている細かいスパンコールです。これをピンクにすることでめっちゃバランスが良くなって、こう動くとめっちゃキラキラしてて、すっごいなんか可愛いが詰まってるっていうのがポイントです。でつけまのりをのりにしたんですけど、ベターってつけるとスパンコールが全体にバッてついちゃってすごく可愛くないので、点って置くことによってスパンコールが散らばってる感じがすごく可愛くて魅力的だと思います。次に使ったのがこのリップのサンキューマートで買ったリップなんですけど、発色がすごく良くて海外のリップだと思うので、すっごいバッて顔の明るさを表現出してくれて、すっごい可愛くなると思います。塗り心地もすごく良くて落ちやすいんですけど、でも全然使いやすい、塗りやすいので、そこがポイントです。次に最後はこのウィゴーで買ったスパンコールを唇にのせます。のりはさっきも使ったこの100均ののりなんですけど、これをスパンコールにのりをつけて上を2個下3つにするとすごく可愛くてキラキラしてて、もう唇までキラキラっていうほどすごいキラキラして可愛いです。今日のポイントの一番のポイントの縄跳びをくっつけるために、このツインテールのこの結び目ところに3回4回くらい巻きつけて、それでこの吉田チャンネルさんのゴムを一緒に結んで縄跳びを取れないようにしています。横の縄跳びの長さと同じくらいの位置に合わせて、ここで巻きつけていきます。あんまり巻きつける量が多いと今度は縛れなくなっちゃうので、このくらいで大丈夫です。そしたらこれを挟んで結んでいきます。このゴムを含んで、まずこの縄跳びは100均で購入しました。でただ100均の縄跳びだけをつけたらあんまり可愛くないので、この中にあるビーズも100均でビーズを中に入れてすっごい可愛くピンクと紫っていうのを強調しました。あとここにあるビーズもなんですけど、これも100均で買いました。こういう輪っかを通して縄跳びにしています。縄跳びを巻きつけています。でこの縄跳びなんですけど、これつながってるので、これを前に持ってくることでネックレスとして活用することができます。でこの縄跳びはラメが入っていて、すっごくキラキラしてて可愛く見えると思います。こちらはヘッドドレスで自分で家庭科の中学2年生の時に家庭科の時間の時に自由作だったので自分で作りました。でこれを通して後ろで縛るよりも前で縛った方が可愛いと思うので、姫カットを前に出して結びます。完成しました。今日のポイントは洋服がピンクと紫が多いので、髪の毛もピンクと紫を中心に作ってみました。縄跳びが主にポイントで、縄跳びをつけていると何って思われるかもしれないんですけど、これがまた可愛くてすごくいいと思います。あとこの部分が
すごくキラキラしていて、可愛いっていうのが表に出ている、なんか自分は可愛いんだぞっていうのが出ているのがすごくいいところです。前髪ピンはまず割れないように気をつけています。で、前髪が割れるのはもう仕方ないので、もう割れたらもう一回やり直しとか、あと何回もやり直して前髪が割れてないでベストな状態で完成っていう形です。バラバラに形、こういう変わったピンとか、あとはキラキラしたピンとかをバラバラにまとまった感じがしないので、すごく可愛くなると思います。まずこのヘッドドレスなんですけど、このヘッドドレスはいらない布を使って作りました。このリボンが100均で、このレースも100均です。こういうビーズとかも全部100均で、こういううさぎとかこのキャンディーとかはこの前髪ピンでも使ったこういうピンをこの部分だけを外してここにつけて、あとスパンコールがあるんですけど、このスパンコールも顔につけたスパンコールをボンドで貼っただけで簡単に作れます。デコラいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ可愛いが詰まっていてすごく可愛くて、デコラをやったことない人でもラメとかから簡単につけられるので、始めてみれば自分がもっともっと大好きになれると思います。よかったら私のインスタグラムのフォローをよろしくお願いします。私は普段こういうデコラとかのファッション系の写真をインスタグラムに投稿しているので、よかったら@MOMA_プリンセス_で検索してフォローをよろしくお願いします。かわいいパティのチャンネルではまだまだたくさんかわいい動画がありますので、よかったらチェックしてみてください。私の動画もあともう1本上がるので、よかったら見てください。もまでした。バイバイ。